はい、内山光一のザ・ゴッドチャンネルです。はい。はい、皆様今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、前回にね、続きまして、天上界の方本当に多くの方が来ておられますので、少しでも皆様に、天上界の方のお言葉を伝えていきたいと思います。はい。はい、それでは今日はどなたが来ていただけるかやってみたいと思います。はい、それではエレナさん、準備お願いします。はい。主への感謝をベースに準備お願いします。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは今は私の頭上に来ていただいている方、エレナさんの方にお入りいただきお言葉いただければと思います。それではよろしくお願いいたします。うん。はい。はい、おいていただきましてありがとうございます。恐れ入ります。お名前を教えていただいてよろしいでしょうか。ナポレオンです。ナポレオン様おいていただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。それではお言葉いただければと思います。よろしくお願いします。うん。私の魂は未だここにいる。フランスにいるけれど、しかし、次の新しい時代に入ろうと努力をしている。私自身は自分の人生に対して、生きるということに対して執着を持っていた。命ということに対して執着を持っていた。そうして自分の死後、人間はそれでも生きているのだということを知った。それによって持っていた執着は何ほどのものでもなかったということに後から気づいた。そしてなぜこのように私自身の魂が今でも生き生きと生きているのかということを思ったとき、肉体を中心として生死を考えていたときには、地上の命が終われば、すべては終わりで、私自身がその存在をなくすと思っていたので、死んでみて、これほど鮮明に意識があるということに驚いた。それと同時に、こちらの方が本来の姿なのかということを思ったのである。なので、肉体を持って生きていた時のことをいつまでも思い続けるのはむしろ意味がない。そう
思い始めた。そう思ったところから、私は死というものの意味を間違って解釈していたということが分かったし、これから後に私はもう一度肉体を持って地上に降りることができるのだということも分かった。ただその時にはもうフランスの皇帝ナポレオンとして生まれ落ちるということはない。ただそれだけのことだということが理解できた。むしろそれはありがたいことで、次の人生では何をしようかということが自由に選択できるということも分かったし、過去にできなかったことを再度チャレンジすることもできるありがたい機会を持つことができるのだというふうに思った。そう考えたときに、これは神に感謝をして祈りを捧げるべき出来事だと理解したのです。神の恵みだと理解したのです。地上では随分と戦いをして怖い思いもした。苦しい思いもした。しかし楽しいこともたくさんあった。そういう経験をすることができる、その本当に貴重な体験をすることができる時間であったということが分かったので、次の人生では私は大いに花を咲かせ、愛を持って豊かに人生を生きたいと思った。いや、今そう思っているのだ。愛のある豊かな人生を送りたい。多くの人々に愛される以上に自分が人々を愛する人生を生きたい。そして地上に生まれるからには、その存在意義を大きく表現できるように生きたいものだと思っています。人々に対してたった一つの愛も実践しなければ地上に降りる意味がない。多分そういうことだろうと思うのです。どれほどのことを実践できるのかやってみなさいと神は言われているのだと思います。なので今地上にある私の英雄としての姿を写した絵画や彫刻やその他様々な品物が残っているし、それをいつまでも英雄として多くの人が
語り継いでくれていることに感謝はするが、私自身はもう静かにその書物は閉じてもらいたいと思っています。次の人生では私はもうナポレオンではない。次なる新しい人物として降りるので、もうナポレオンの記憶はいらない。今はそう思っています。次のフェーズに入るのだ。次の新しい時代に生きるのだと、今は決意をしているところです。多くの人々がそのようにして命を繰り返しているということが分かったので、自分の生きた奇跡や犠牲となった時のことをいつまでも覚えておく必要はないのだと私は思っている。それが勇気なのだと思っている。今は希望あるのみ、そういう気持ちでおります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。新しい人生っていう、また再チャレンジってすごく素晴らしいことだと思います。そういったものを本当に与えていただいたんだなと思ってますね。それから、お言葉の中に、愛のない人生って言いますかね、亡き人生はってことは無用っていうような感じも受けましたね。やはり愛を与えるために生まれてきたのかということがしっかり分かりました。ありがとうございます。これから大いに変化して、自分のことを考えるざるを得ないようなことがあっても、その中から愛を与えることを続けていきたいと思っています。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ナポレオン様でした。はい。どうでした？うん、ナポレオン様、最初は本当にそれこそナポレオンの生きておられた時の姿が出てこられたんですけれど、その後からは何かそういう姿ではない存在のように見えました。そしてナポレオンの棺があるんですけれども、横に立っていて、なるほど。そしてそこから話が始まっていくんですけれど。あ、だから私はここにいるっていうことだったんですね。そうです。うんうんうん。だけど、その最後の方ではもうその棺さえも遠くにちょっと離れて、もうそれを忘れようと。うん。うん。生きていた時のその絵画、ね。うん。肖像画みたいなものとかね、すべてのものをもう失っても大丈夫なんだと。そこに固執する必要はないと。そうですね。少し天頂界からの視点っていうか、上からの視点に見えましたね。はい。うん。さうん、そうあ、そろそろね、生まれてこられるのかな。新しい時代にね。ね。そんな感じしますね。はい、そんな感じしもう生まれておました。られるのかもしれませんけどね。はい。はい。霊的なところですからね。今、現在なのか、ちょっと前なのか、ちょっとわかりませんけどね。はい。はい。ナポレオン様でした。それでは、これで終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。生まれる前から知っていた自分の人生計画。なぜいろいろな問題が起きてくるのか。知らずに生きるより知ってみると意外と簡単。自分の知られざる能力や魂の奥底に眠っている思いを見つけてみませんか？きっと人生が変わります。魂の光セッション。お申し込みは動画の説明欄よりどうぞ。